ここが好きだよ日本人へようこそ。今や世界中から評価の高い日本食。素材の味を十分に生かし、健康にもよく、食事から季節を感じられるのも魅力の一つと言われています。そして忘れてはならないのがその見た目の良さ。日本人の繊細さを表現するかのような美しい見た目は日本食の特徴の一つです。そんな日本食ですが、味はいいけど見た目はちょっというものも存在します。今回は一見丸々にも見えるあの日本食を初めて口にした外国人のお話をお届けします。一体何を食べたんでしょう。僕はアンディ、ロサンゼルスに住む35歳。アメリカの大手ハンバーガーチェーン店の本部で働いているんだ。今やヨーロッパ圏にも100店舗以上進出しているグローバル企業さ。アメリカの特に僕の会社のハンバーガーは格別だよ。肉々しいパテの特大バーガーが売りで、一口食べれば誰もが虜になる。カロリー？そんなのハンバーガーにかじりついている時くらいは忘れようぜ。そのおかげで僕のお腹周りもここ10年以上特大サイズなんだけどね。最近僕の会社はアジア進出を視野に入れているんだ。ヨーロッパでも成功しているから、アジアでも成功することは間違いないと踏んでいるよ。第一、ハンバーガーが嫌いな人なんて人生で見たことも聞いたこともないからね。でもビジネスはそんなに単純じゃないことももちろん知っている。特に最初に店舗を出す場所は大事だ。その業績をもとに今後の展開を考えなければならないからね。僕はアジア第1号店を出すならここしかないと思う。東京、ジャパンだ。アジアの最先端を走り、人口も密集している。中でも渋谷や原宿といった街は若者が集まり、流行や新しいものに敏感だと聞く。東京に1号店を出せばアジア進出の火付け役になってくれると信じてやまないね。会社でのミーティングでも僕の案はすんなり受け入れられ、実際に日本に視察に行くことになったんだ。もちろん仕事として行くんだけど、ついでに東京のグルメを堪能してこようと思う。寿司、天ぷら、照り焼き。日本食はレストランで何度か食べたことがあるけれど、どれも絶品だったからね。フライトのスケジュールも決まって、ついに日本行きの日がやってきた。フライトは長時間だったけど、日本の航空会社のサービスはとても丁寧だったし、機内食も抜群に美味しかったし、快適な空の旅だったよ。空港で通訳の田中さんと合流してから、東京の空物物件探しやら競合バーガー店の調査やら、とても忙しい1週間を過ごしたよ。でもとてもいい収穫を得ることができたと胸を張って言える。やはり僕の考えは間違いではなかった。いい立地の最高の物件も見つかったし、アジア1号店は東京に決まりだ。それに第2の目的であった日本のグルメも堪能できたしね。寿司、天ぷら、しゃぶしゃぶはもちろん、ラーメンや焼き鳥、牛丼なんかの B 級グルメの美味しさには感動したよ。高級な日本食はヘルシーだし、繊細な味がしてとても美味しいんだけど、3L サイズのアメリカ人の僕からすると少し物足りなく感じてしまうのが本音なんだよね。それに対して日本の B 級グルメは僕にもぴったりな濃い味でボリューミーだし、安くて最高だったよ。カップラーメンはアメリカに持って帰るために箱買いまでしたくらいさ。最終日、田中さんと最後のランチは何にしようかと歩いていると、甘いソースのようなとてもいい匂いがしてきたんだ。何の匂いか聞くと、お好み焼きという食べ物の匂いらしい。初めて聞く名前だが、匂いに惹かれて最後のランチはここしかないと思ったよ。もともとはラーメンがいいと思っていたけれど、これで行かなかったら後悔する気がしてね。店に入ると畳の敷かれた店内に
鉄板のついた机がいくつか並んでいる。田中さん曰く、お好み焼きというのは自分で作って食べる料理のようだ。彼は大阪というお好み焼きの有名な地域で育ったから焼くのには自信があると言っていた。これは期待できるぞ。おすすめの海鮮ミックスと牛すじを頼むと、キャベツと具材が山盛りに積まれた丼が運ばれてきた。田中さんは慣れた手つきで具材をかき混ぜ、豪快に鉄板の上に広げた。丸く形を整え待機する。ジューという音が食欲をかきたてる。そろそろかなと言うと、彼はヘラを下に入れ器用にひっくり返したんだ。思わず拍手してしまったよ。もう一つのお好み焼きをひっくり返すのにチャレンジさせてもらったんだけど、結果は散々。空中で真っ二つに割れてしまったよ。田中さんがうまく形を直してくれたからよかったけど、僕は食べる専門で十分だと感じたね。焼き上がってくると、ついにあのいい匂いのするソースの出番だ。目の前で嗅ぐとさらにいい匂いだ。ソースとマヨネーズを全体にかけ、青のりと鰹節という見たことのない調味料も振りかける。美しい鰹節がお好み焼きの上で踊っているかのようだ。日本食はいつだってそう。どんな料理も見た目から食欲を誘ってくる。待ちきれなさそうにしている僕を見てか、田中さんは僕のお皿に大きなピースを取り分けてくれた。見た目からして熱々なのは分かっていたが、我慢できずかぶりつく。熱い。だがそれを通り越して美味しい。シャキシャキのキャベツと海鮮が濃い味のソースと相性抜群だ。口の中でいろいろな味が喧嘩せずにお互いを引き立てている。牛すじの方もまた絶品。肉にも魚介にも合うだなんて最高だ。また小さいヘラで食べるというのも雰囲気があって悪くない。お好み焼きのお好みというのは好きなものという意味らしい。昔の日本人が自分の好きなものを詰め込んでお好みの味を探し求めた結果生まれた料理なのだろうか。そんなことは置いといて、あまりの美味しさのあまりあっという間に完食してしまった。まだ食べ足りなかった僕は他のおすすめを聞いたんだ。するともんじゃ焼きというのを勧められた。もんじゃ？聞いたことはないが、きっともんじゃという日本の食材が入ったお好み焼きのことだろう。お好み焼きにすれば美味しくないわけがない。待てよ、もしかしたらハンバーガーもありなんじゃないか。ハンバーガー味のお好み焼きというよりかはお好み焼きソースを使ったハンバーガーかなんてことを考えていると、もんじゃ焼きが運ばれてきた。またも丼にキャベツやら何やらが山盛りに積まれている。さっきのよりだし汁が多いのは気のせいだろうか。また器用にこぼさず混ぜるのかと思って見ていたら、なんと乗っていた海鮮の具材だけを鉄板に投下したんだ。田中さん、何をしているんだ？それでは海鮮だけが焦げてしまうじゃないかと思ったら、海鮮をさっと炒めて今度は野菜だけを入れて炒め始めた。おいおい、だし汁だけあんなに余ってしまっているじゃないか。もったいない。しかも野菜を細かくヘラでカットまでしている。まったく、僕はあの美味しいお好み焼きが食べたいんだ。さっきのように作ってくれよ。次の瞬間、田中さんは鉄板の上の具材で円を作り始めた。完璧とも言えるきれいな円の中に残っていただし汁の半分ほどを投下する。じゅわー、豪快な音とともに円の中でだし汁が湧き立つ。美しい。もんじゃ焼きとは具材で円を作り、中のだし汁にディップして食べる料理なんだな。味の想像もつかない上、とても興味深い。写真を撮り、どうやって食べるのかを聞こうとしたその時、田中さんは信じられない行動に走ったんだ。なんとあの美しい円を
ヘラで壊してぐちゃぐちゃに混ぜ始めたではないか。一体彼は何をしているんだと思うと、今度は簡易的な円を作ってその中に残りのだし汁を入れた。するとまたすぐにぐちゃぐちゃに混ぜ始める。ほんの1分前までは美しい料理だったのに、これではまるで。食べ物に対してこんな例えは使いたくはないが、あえて言おう。ゲロだ。こんなの何者かが嘔吐した後にしか見えない。見ているだけでなんだか胃がムカムカしてくる。田中さんはそのドロドロとした何かを鉄板に薄く広げると、これでこんがりするまで待ったら完成と満足げな表情で伝えてきた。本当にこれで完成なのか？この1週間多くの日本食を食べてきた。日本食というのは高級レストランでも B 級グルメでもコンビニの弁当ですらどれも美しかった。味だけではなく見た目にもこだわる、そんな日本人の繊細さにも心を奪われていたというのに、最後の最後でこんな汚いものを食べることになるなんて。僕は内心とてもショックだったよ。みじんも美味しそうには見えない上、そもそもこれを口に運ぶ勇気がなかったしね。そんな僕を気にせず田中さんは食べ方の説明をしてきた。こうやってヘラでこするようにしてと言ってこすると、裏面がいい具合に焦げてカリカリになったもんじゃ焼きが鉄板からペリペリと剥がれていく。ほらやってみてと言われるがままにヘラですくうときれいに剥がれた。正直食べるのはとても戸惑ったよ。でもここまで来て食べずに拒否するのは良くないと思ったから、目をつむって口に入れたんだ。口に入れた途端、海鮮と出汁の風味が口いっぱいに広がった。そこのカリカリさと表面のトロトロ具合が何とも言えない美味しさだ。何物にも例えがたい初めての感覚。うまいぞもんじゃ焼き。食べれば食べるほど癖になっていく。さらに食べている間にも焼けているため、後半はよりパリパリになっていくし、ずっと熱々で食べられる。もんじゃ焼きを初めに思いついた人は天才に違いない。またもペロリと平らげ、僕の日本最後のランチは幕を閉じた。たくさんの日本食を口にしたが、もんじゃ焼きは今後一生忘れることはないだろう。アジア1号店ができた暁にはまた日本に来てもんじゃ焼きを食べようと思う。もんじゃ焼きの歴史は江戸時代にまで遡ります。子どもたちが水に溶いた小麦粉で鉄板に文字を書き、それを食べながら文字を学んでいたと言われています。それが文字焼きと呼ばれ、東京の下町の駄菓子屋を中心に広まっていき、次第に現在のもんじゃ焼きへと変化していきました。古くから親しまれてきた日本の伝統料理もんじゃ焼き、見た目だけで敬遠せずに海外の人もトライしてほしいですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。